どうも作曲家のトイドラです。今回は珍しくめちゃめちゃ初心者向けのお話っていうのをしていこうと思います。題して、コード進行ってそもそも何なのっていう話です。音楽の話をしてると、もう最近はコード進行っていう言葉は普通に使われるようになってきましたね。例えば、カノン進行で作られたポップスっていうのは売れるんだとか、あるいは最近の曲っていうのは丸差し進行がすごく多いとかね。そういうコード進行の話っていうのは普通にされるようになってきてるんですけども、中にはね、こう思ってる人も多いんじゃないでしょうか。いや、コード進行って何なのと。曲の中のどの部分なんだよと。例えば、メロディーはどこかって言われたら、それはわかりますよね。カラオケで歌う部分っていうのが、もう明らかにメロディーだって聞いてわかるし、じゃあドラムってのはどこなのっていう風に言われたら、ズンチャカズンチャカ叩いてるやつ、あの音ってのがドラムだとわかるわけですけど、コード進行の音ってどの部分なのって聞かれると、いやどの部分とかじゃないんだけどなと。全体の響きの話なんだけどなっていう風になって、ちょっとわかりづらい部分があります。で、メジャーセブンスコードがどうのとか、ドミナントセブンスコードがどうのとか、そういう難しい話になってくるんですけど、今回はもう完全に初心者向けに話を絞ります。コードとか全然わかんない、音楽理論もわかんない、楽譜も読めないみたいな人たちに向けて、コード進行ってのはそもそもどういうものなのかっていうのをわかりやすく説明していこうと思います。というわけで今回の話は分かりやすく話すためにいろんな細かい部分っていうのは省いて話してますので、あくまでもね、細かい部分は無視して簡単に話してるんだっていうことを理解していただけると嬉しいです。厳密に正しい話をするんじゃなくて、とにかく分かりやすい話っていうのを心がけていこうと思います。さて、皆さんにね、まずこの曲っていうのを聴いていただこうと思います。有名な曲ですよね。これはパッヘルベルのカノンっていう曲です。この部分が有名なメロディーで、しかもね、この曲のコード進行っていうのはカノン進行という風に呼ばれていて、とても有名なコード進行。アイドルソングとかいろんなポップスに使われているコード進行になります。で、今ね、この一番上のパートが僕はメロディーだっていう風に言いましたけど、じゃあベースのパートはどこかっていう風に言われたら、当然一番下になってるこのパートがベースですよね。で、こういう風にベースとかメロディーってのは明らかにここって言えるんですけども、じゃあ、この曲のコード進行はどこに書いてあるんだと。どのパートがコード進行を鳴らしてるんですかという風に聞かれたら、皆さんなんて答えますか？これとても答えづらいんですよね。実はコード進行そのものを鳴らしてるパートってのは存在してなくて、これ、全部のパートが一気になった時に聞こえてくる響きっていうのがコード進行の響きになっています。要するに、この瞬間に同時に鳴ってる音ってのを見ていくと、その同時に鳴ってる音全部を抽出するとコードの響きが出てくるわけです。というわけで、この楽譜ちょっと見づらいので、ある瞬間で同時に鳴ってる音っていうのをピックアップしてやると、こういう風になります。はい。これがカノンの中で鳴っているコード進行の響きになるわけですね。で、確かに、このハーモニーが同じだっていうことを聞いて理解していただけるでしょうか？当然、こっちのね、コード進行だけ切り出してきたやつっていうのは、メロディーとかリズムの動きっていうのは一切なくなってるので、元々のやつとは違う音が鳴ってるわけですけど、でも、ハーモニー、響きっていうのは同じです。その証拠に、このコード進行と上で動いてるこいつらっていうのを同時に鳴らしてやっても全く問題なく響くんですよね。なんで問題なく響くかっていうと、そもそもね、このコード進行部分っていうのは、この上のごちゃごちゃしたメロディーで鳴ってる音っていうのを全部持ってきて、こういう風に固めておいたっていうものに過ぎないからですね。はい、というわけでね、曲の中で鳴ってるコードっていうのは、この曲の中のある瞬間で鳴ってる音を、全部抽出してきたものだっていう風に考えてください。ざっくりと。で、そういう風にして作られたコードをこういう風にね、一個一個並べていくとコードが進んでいくわけですから、コード進行って呼ばれます。で、ただね、ここで勘のいい人は一個疑問に思うかもしれません。いろんな種類のコードをこういう風に順番に並べてんのは分かったと。並べてんのは分かったんだけど、それはコードが進んでるっていう、コード進行っていう風に言い表す理由っていうのは何なのと。ただ単にバラバラに並べたっていうのとコードが進むっていうのはどういう風に違うのかという風に思う人がいるかもしれません。
というわけで、早速ですけど、コード進行の一番本質的な部分っていうのを話していこうと思います。コード進行の本質っていうのは、居心地のいい響きと居心地の悪い響きを交互に鳴らすということです。つまり、コード進行の中に使われるコードの中には、居心地のいい響き、つまりそこで曲が終わって気持ちよく終われる響き、安定した響き、まるで実家のような安心感のある響きと、そうじゃない響き。なんか居心地悪くて、いや、ここに長い間留まってるのは気分が悪いなというふうに思う、なんかちょっとギスギスした職場みたいなね、そういう響きっていうのがあると。で、この2種類を対比させることによって、なんか職場にいんの嫌だなと。実家に帰ろっていう風に実家に向かって進んでいくわけですね。これがコード進行の一番基本的な部分になっているわけです。コードってのはただ単純に並べてるだけじゃなくて、居心地悪い部分から居心地いいところに、職場から実家にっていう風に進もうっていうパワーが働いているということですね。で、それをできるだけわかりやすく説明します。というわけで、まずこの曲を聴いてもらおうと思います。はい。まあ誰でも知ってる有名な曲ですよね。咲いた咲いたチューリップの花がという曲なんですけども、試しにね、この曲、前半部分でいきなりブチッと切っちゃいましょう。そうするとこういう風になります。はい、ここで曲が終わりましたと。これ、皆さん曲終わった感じしましたかね？もう一回聴いてみましょうか。ここで曲が終わると、なんかキモくないですか？続きはないんですかっていう気分になる人が多いと思います。これなんでかっていうと、この瞬間になっているコードっていうのが居心地の悪いコードだからです。要するに、実家から職場に出勤して、そのまま職場で一生暮らしてくださいねというふうに言われた気分ですね。いや、それは嫌だよと。仕事場から家に帰らせてくれっていうふうに思いますよね。じゃあ次に、こっちのパターンを聞いてみましょう。はい。ここで曲が終わったとしたらどうでしょうか？なんか気持ち悪いよって皆さん思いましたか？これならありかなって思えたんじゃないでしょうか？もう一回聞いてみましょう。別に違和感ないですよね。で、実はこの曲ってまだ続きあるので、実はこの瞬間で曲が終わるっていうのは曲の途中で終わってることになります。同じ曲の途中でブツッと曲が終わってしまうにしても、上のパターンでは違和感があって、下のパターンで違和感がなかったわけですよね。どちらも曲の途中で終わってるにもかかわらず、なんでこの差が生まれるかっていうと、後の方に鳴らしたこっちのパターン。このパターンでは最後になってるここのコードっていうのが安定した実家のような安心感のあるコードだからです。実家から始まって、会社に行きましたよ、と。で、夜になって実家に帰ってきました、終わり、と。で、実家であとは暮らしてくださいね、と。実家だったらまあいいかなっていうふうに思えるわけです。こういうふうに、コード進行っていうのは、安定したコードから不安定なコードへ進んで、で、不安定なコードからもう一回安定したコードに帰ってくる。こういう動きっていうのを考える必要があるわけです。はい。というわけでね、コード進行の最も基本的な部分っていうのは分かってもらえたかと思います。というわけで、もうちょこっとだけ詳しい話をしていきましょう。さっきからコードの話してるんですけども、このコード、あのコードっていう風に呼ぶのは分かりづらいので、コードに名前を付けましょう。コードっていうのは、同時に複数の音が鳴ってれば、何でもコードっていう風に言うことができます。だから、例えばピアノ適当に弾いてね、なんかこんな感じの適当な響きを作ったとしても、これはコードなんですよね。ただ、なんか、適当に作ったコードっていうのは、あんまり音楽の中では使いづらいので、基本的に使われるコードっていうのはもう決まってます。で、そのコードっていうのは、一つのキー、つまり C メジャーキーとかね、波長長とか、なんか G マイナーキーとかね、そういう一個のキーに対して基本的に7種類しかないと思ってください。本当はもっといっぱいあるんですけど、まあ、ほぼほぼこの7種類に集約することができます。で、それはどういう風に名前を付けられてるかっていうと、まあ、超簡単です。数字で呼ぶだけ。1、2、3、4、5、6、7。この7種類があります。で、この7種類を楽譜に表すとこうなるんですけども、まあ、ざっくりなんとなく見てもらえればわかる通り、一番下の音ってのが、こういう風に一個ずつ上がっていくわけですね。ドレミファソラシっていう風に。つまり、
ドレミファソラシドの中のそれぞれの音に結びついた7種類のコードがあるっていう風に考えることができます。で、ここまで理解できれば、この後の話ってのはもう格段に理解しやすくなってきます。コードの一番基本的なルールっていうのを教えましょう。それはもう超簡単です。コード7種類ある1から7までのコードのうち、1のコードは安定したコードです。つまり実家ですね。実家コード。で、2から7までのコード。1以外のすべてのコードは基本的に不安定なコードです。職場コードですね。なかなか生きづらい世界ですね。7個も場所があんのに、安心してソファーに座ってられるコードっていうのは1箇所しかないわけです。これが、コード進行を考える上で一番基本的なルールになってます。で、あくまで今話したこの1のコードだけが安定、それ以外は全部不安定ですっていうのは原則の話なので、この後ちょっと違う話も出てくるんですけども、それは細かい話になるので、ここでは詳細を省きます。さて、で、このようにコードに名前がついたっていうことを考えながら、さっき鳴らした曲っていうのをもう一回聞いてみましょう。そうすると、実はこの曲の中にはコードが2種類しか使われていないということがわかります。まずこの前半部分ですね。ここからここまで鳴ってるコードはずっと1のコードです。ここまでは安定してるんですね。で、最後、この部分だけ5のコードが鳴っています。だから、ここで曲がブツって消えちゃうと、職場に一人取り残されてしまったかわいそうな社畜みたいな感じになってキモいわけですね。で、この曲の続きの部分ね。このようにして曲が終わっていきますけども、この部分も最初は1のコードが鳴っていて、で、その次にもう一回5のコードが鳴ったと思ったら、一番最後に1のコードに切り替わって曲が終わると。結局のところ、実は使われているコードは1と5の2種類だけだったんですね。これ分かりやすい例です。はい。ただね、実際にはここまでシンプルなコード進行の曲っていうのはそう多くはなくて、やっぱり1から7までの7種類のコードっていうのはふんだんに使いたいですよね。で、そのコードをいろんな風に並べると、例えばカノン進行になったり、マルサ進行になったり、いろんなコード進行っていうのが生まれてくるわけです。で、じゃあこの1から7までのコードってのは、もう好き勝手に自分の好きなように並べていいのかっていう風に言うと、実はそんなことはないんですね。この数字の並べ方には、実はルールがあります。そのルールってのはそんなに難しくないんですけども、ここでは説明は省きます。ただ一個、例えて言うのならば、コードを並べる時のルールって、言葉のルールにすごく似てるんですよね。例えば、私の名前は作曲家のトイドラですっていう風に日本語で言うことができますけども、これをね、作曲家の名前はトイドラ私とかいう風にバラバラの順番で言ったら、それは意味わかんなくなっちゃいますよね。言葉には並べる順番ってのが決まっていて、順番通りに並べないと、意味がうまく伝わらないわけです。ただ逆にね、言葉の並べ方をあえて変えることによって、ちょっとニュアンスを変えるっていう工夫もできます。例えば、作曲家のトイドラです。私の名前は。っていう風に順番をね、入れ替えて言うと、なんかちょっとトイドラって言うんだみたいな、そういうなんか印象的な感じっていうのが出てきますよね。あるいは、私の名前はトイドラです。作曲家の。っていう風に言うと、なんか、作曲家なんだっていうことが最後にね、後味として余韻が残るみたいな。そういう風にして、ちょっとだけ印象が変わるわけです。こんな風に、このね、1から7までのコードっていうのも、ある程度のルールが決まっていて、並べる順番ってのは決まってます。だけど、その順番を入れ替えると、ちょっとだけ雰囲気が変わるんですよね。で、そして、よく使う並べ方っていうのは、カノン進行とかマルサ進行とか王道進行とか小室進行っていう風に名前がついてるわけです。つまり、言ってみればね、名前がついてるコード進行ってのは、一つの決まり文句みたいなものなんですよね。真実はいつも一つみたいな。そういう決まり文句として、例えばカノン進行みたいなものを使うわけです。で、決まり文句ってのは、長すぎず短すぎず適度な長さじゃないとあんまり印象的じゃないですよね。なんか1500文字ぐらいある決まり文句とかやっぱないわけですから、それは長すぎなんでね。コード進行っていうのも、4個から8個ぐらいの個数のコードを並べたものに収まっています。さて、で、ここまでね、コード進行について基本的な話をしてきましたけども、コード進行について話してるときに、皆さんよくね、こういうようなことを話すんじゃないかと思います。例えば、あの曲ってのは小室進行でできてるんだよと。で、あの曲ってのも小室進行でできてるんだよと。コード進行が同じだから、サビの部分の雰囲気似てるよね、みたいな。そういう話ですね。コード進行っていうのは、曲の伴奏の雰囲気っていうのをとても大きく司っているので、コード進行が同じだと実際曲の雰囲気っていうのは多少似たものになります。そして、コード進行が同じ場合、
なんとね、曲が違ったとしても、同じメロディーがそのまんま上に乗っかるんですよね。どういうことって思うかもしれないので、実際に例を見せてみます。例えば、今ここにね、楽譜がちょっと書いてありますけども、このメロディーっていうのは、小室哲哉の Get Wild っていう有名な曲のメロディーになっています。この曲はコード進行が小室進行になっています。試しに聴いてみましょう。はい。この曲が Get Wild なんですよね。なんですけども、ここでね、別の曲のことも考えてみましょう。久石譲が作曲した Summer っていう有名な曲があるんですけども、実はこの曲もコード進行は小室進行です。というわけで、さっきと全く同じ伴奏の上で Summer のメロディーを鳴らしたものを聴いてみましょう。どうでしょうか？メロディーは違うので当然別の曲なんですけども、伴奏は全く同じなんですよね。このように同じコード進行だと同じメロディーを歌うことができます。で、ここで大事なのは、コード進行が同じっていうのは曲のキーが違ったとしてもあり得るっていうことです。曲のキー、つまり C メジャーキーとか F メジャーキーとか波長調とか異調調とか、いろんなキーっていうのが音楽の中にはあるわけです。要するに、音楽っていうのはドレミファソラシドでできてるわけですけども、このピアノの鍵盤の中でね、どこの部分の音をドという風に数えるのかっていうのがキーの話ですよね。例えば、波長調、つまり C メジャーキーの場合、C の音。これをドっていう風に数えるので、ドレミファソラシドっていう風に弾くと、こうなります。だけど、例えばヘ長調、つまり F メジャーキーの場合は F の音。これをドっていう風に数えるので、ドレミファソラシドっていう風に演奏すると、こういう風になるわけですね。ちょっと難しい話に感じるかもしれませんけども、要するにね、曲のコード進行っていうのは曲のキーとは関係ないっていうことです。例えばカラオケで歌を歌うときに、なんかちょっと歌いづらいからキーを半音下げちゃおうみたいな、ピピピってボタンを押してキー下げますよね。で、キーを下げた途端に曲が全く別の曲になって伴奏とか何もかも変わるっていうことはないですよね。ただ単に全体の音が下がって曲が歌いやすくなる。そんだけです。コード進行は変化しません。要するにどういうことかっていうと、今鳴らしたこの曲、すべての音を例えばこういう風に上げてみたとします。で、聞いてみましょう。そうするとね、当然ですけども音が高くなりました。もともとはこうでしたからね。つまり、鳴る音自体は変わったわけです。曲のキーが変わりました。だけど、コード進行は変わっていません。鳴っているコードの数字っていうのは同じです。どのキーだろうが1のコードが安定してるっていうことは変わりませんし、カラオケで歌を歌うときにキーをどれだけ高くしようが低くしようがコード進行は変わらないと。この部分はね、理解しておいてほしいなと思います。はい。というわけでね、コード進行が同じだと上に同じメロディーが乗っかるんだということは分かってもらえたかと思います。なんだけど、ここからね、もうちょこっとだけ踏み込んだ話をしていきましょう。今の説明っていうのはよくされる説明なんですよね。同じコード進行の曲には同じメロディーが乗っかる。なるほど、コード進行っていうのは、どんなメロディーが上に乗っかった時に気持ちいい響きになるのかっていうのを決めてるんだなと。ってことは、適当なメロディーをね、持ってきてね。全然小室進行じゃない曲のメロディーとかを持ってきて、それを無理やり小室進行の上に乗っけたら、さぞかし気持ち悪い響きになるんだろうと。もしかしたら皆さん思うかもしれません。というわけで実際試してみましょう。この小室進行のコード進行の上に、さっき流した咲いたチューリップの花がのメロディーを乗っけてみましょう。当然ですけども、さっきのね、このチューリップの歌のコード進行っていうのは小室進行ではなかったわけですから、さぞかしキモい響きになるんだろうなと思いながら聞いてみるんですけれども、こういう響きになります。あれ？なんか意外と聞けるなっていう風に思いませんでしたか？で、同じようにね、パッヘルベルのカノンのメロディーっていうのを小室進行の上に乗っけてみようと思います。当然ですけども、パッヘルベルのカノンはコード進行は本来カノン進行なので、小室進行の上にこのメロディーを乗っけたら変な響きになるんじゃないかなっていう風に思うんですけども、どうでしょう？
あれなんか、全然普通にいい曲になっちゃいました。こんな感じで、実はね、適当なメロディーを適当なコード進行の上に乗っけてきても、別に響きってそんなに変なことにはならないことが多いんですよね。この部分、割と勘違いしてる人が多いかもしれません。コード進行っていうのは、上にどんなメロディーが乗っかることができるのかっていうのを、もう直接支配してるんだと。だから、適当なメロディーと適当なコード進行っていうのは合わせちゃダメだと。響きが気持ち悪くなっちゃうからダメですよっていうふうに思ってる人いるかもしれませんが、別にそんなことはありません。で、ただね、だとすると、じゃあコード進行って何の意味があるのっていうふうに思いませんか？別に、どんなメロディーをどんなコード進行の上に乗っけてもいいんだったら、コード進行ってそもそも何のために存在するのと。別に、コード進行適当でいいんじゃないのっていうふうに思えてきてしまいます。だけど、あくまでそれは違うんですよね。ここからコード進行がどんな意味を持っているのかっていうことを説明しようと思います。先に結論を言ってしまうと、コード進行ってのは、曲の起承転結を握ってる存在なんですね。どういうことなのかっていうのを説明していきます。さっき話したように、音楽の中で使われるコードには、安定したもの、実家のような安心感のコードと、不安定で居づらくて、そこにはあまり長居したくないなって思うような響きのもの。なんか気まずい職場のコードっていうのがあります。で、これっていうのは、言い方を変えるとね、安定していてずっとそこにいたいコードっていうのは、起承転結で言うと、結とか起に当たるコードだっていうふうに言えますよね。そこから始まり、そこに終わる。安心感のある響き。で、逆に、じゃあそこにはずっと居続けたくないよと、不安定な響きがするっていう、職場みたいな響きのコードっていうのはどこに当たるかっていうと、起承転結の中で言うと点ですよね。物語が変化して、なんか大変なことになっちゃう。大変なことになったまま物語が終わったら、それは気持ち悪いので、やっぱり最後にはオチが欲しいなって思うわけです。つまり、コードっていうのは、曲の展開、起承転結を直接握ってるんですね。というわけで、実際例を聞いてみましょう。例えば、カノン進行の場合、コード進行っていうのは、数字で表すとこういう風になっています。15634145っていうコード進行なんですけども、これっていうのはね、実は、ここに書いた通り、安定不安定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 っていう風に、交互に繰り返しているコード進行なんですね。はい。で、今聞いてみて、なんか別に安定不安定安定不安定には感じなかったけどなって思う人もいるかもしれないんですけども、あくまでここではめちゃくちゃシンプルに話をしているので、必ずしも僕の言う通りに聞こえなくても問題はありません。とにかく、めちゃくちゃわかりやすく話すんだとすると、これぐらいシンプルに話せるよっていう程度で聞いてください。はい。というわけでね、カノン進行っていうのは要するに、欠点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 みたいな展開をするコード進行だっていうふうに言うことができるでしょう。じゃあ別のコード進行の場合どうなるのかっていうのも見ていきます。例えばさっきも聞いた小室進行っていうのはね、コード進行を数字で表すとこうなります。6、4、5、1ですね。で、このコード進行っていうのは、ちょうどね、起承転結みたいな印象を受けるコード進行かなっていうふうに僕は思います。安定した状態から始まり、ちょっと不安になって問題が発生して、問題が解決する。ここがオチですね。起承転結。こういうコード進行になってるわけです。で、さらに他のコード進行も見てみましょう。例えば、王道進行っていうコード進行があります。これは、4、5、3、6っていう数字で表されるコード進行です。このコード進行はちょっと特徴的で、いきなりね、ちょっと不安定なコードから始まるんですよね。実家から始まらない。なんか実家から職場に行く途中の道ぐらいから始まるわけです。なので、言うならばね、小点、小結みたいな展開になってるんじゃないかなっていうふうに思います。最終的にはオチがあってね、結で終わるわけですけども、点が訪れる瞬間ってのはちょっと早めですよね。ここで、点が訪れて問題発生して、で、しかもそれがちょっとすぐには解決しない。ちょっとなんかいろいろとあってからやっと解決するみたいな、そういう印象を受けるコード進行です。で、最後に丸差し進行だったらどうかっていうのを見ていきましょう。これはね、最近の曲ではよく使われているコード進行ですけれども、数字で表すと4361っていうコード進行です。はい、こういうコード進行ですね。このコード進行っていうのも、最初にね、いきなりちょっと不安定なコードから始まります。で、そこから不安定なコード、点に移って、で、その後安定するんですよね。
で、結果的にどういうコード進行になってるかっていうと、小点結起みたいな感じなんですけど、これって要するにね、ここの部分のコードから始めると、起承転結になっています。要するに、起承転結っていうのがちょっとずれたような感じになってるわけですね。はい。あくまで雰囲気的な話ばっかりしてきましたけども、ここまでの説明でね、コード進行によって起承転結の配置が違うっていうのが分かってもらえたかと思います。曲の構成とか雰囲気っていうのが細かく変わってくるわけですね。で、結局何が言いたいのかっていうと、これでコード進行の意味、存在意義っていうのが、はっきりと分かったんじゃないかっていうことが言いたいわけです。さっきの例に話を戻して、このね、カノンのメロディーをカノン進行じゃなくて小室進行の上で鳴らしちゃったよっていうバージョン。これ別に響きは変にならなかったんですけども、カノン進行の上でこのメロディーを鳴らした場合と、小室進行の上でこのメロディーを鳴らした場合とでは、曲の起承転結っていうのが変わるわけですよね。要するに曲の雰囲気が違う。展開が違う。曲のストーリーが違うわけです。同じ主人公が出てくる物語なんだけど、ストーリーが違う。つまりコード進行ってのはストーリー展開を握る存在だということですね。こうやって考えるとすごく大事な存在だというふうに分かってもらえるんじゃないかと思います。さあ、いかがだったでしょうか？コード進行ってそもそも何なのかっていう話をここまでね、分かりやすくしてきたつもりです。最後にちょっとおまけ的な話もしていきましょう。コード進行とは言いつつ、実は音楽の中にはね、コードがそもそも進まない。一種類しかコードを使わないっていうものもしばしばあります。例えば、さっきからずっと鳴らしてる、咲いたチューリップの花がのメロディーで、コードをね、一種類しか使わなかった場合、こういう風になります。これがずっと続くだけですよね。コードは特に進んでません。変化していないわけです。だけど別にこれでも音楽として成立はします。例えば、ダンスミュージックなんかだとコードってのは一種類しか使わなくてずっと同じコードを繰り返すだけっていう曲は割と多かったりしますよね。なんでかっていうと、ダンスフロアでみんなでめっちゃノリノリで踊るためにはそんなにたくさんのコード進行っていうのは必要ないんですよね。曲がストーリー展開する必要はありません。主人公は別にずっと踊ってればいいわけですから、起承転結とかいらないんですよね。で、こういう風にコードが全然変化しない1個のコードしかないみたいな感じの音楽だと、曲の雰囲気ってのはすごくずっしりどっしりした感じになります。で、その一方で、コードってのがめちゃくちゃ複雑に変化する曲っていうのも当然あるわけです。というわけで、同じメロディーに対して今度は極端にコードっていうのを複雑に変化させてみましょう。こういう響きになりますね。さあどうでしょうか？随分雰囲気変わりますよね。なんかものすごい振り回されてる感があります。予想不可能な展開で、うわ、次はどんなことになるんだみたいなそういう雰囲気になりました。こんな風にコードが頻繁にたくさん変化するような曲だと、先の予想がつかない音楽。すごく振り回されてる感じの強い音楽になります。同じメロディーでもコード進行によって雰囲気っていうのはこんな風に変わるわけですね。はい。というわけでね、今回のコード進行って何なのっていう話はこの辺で終わりにしようかなと思います。コード進行っていうのはね、最近の音楽を話すときね、みんな当たり前のように口にしてる言葉ですけども、一個重要なことを言っておくとすると、別にコード進行だけが音楽で大事だっていうことではありません。ここは勘違いしないでほしいんですよね。コード進行ってのは、メロディーとか伴奏とか、楽器の音色とか、リズムとかビートとか、あるいは歌手の声色とか、歌詞とか、いろんな音楽の要素の中のほんの一つに過ぎません。なので、コード進行そのものこそが音楽なんだみたいな風に考えるのは考えすぎ。別にコード進行が同じだからといって、その曲ってのは必ずしも似てるわけじゃないし、パクリ曲だっていうことも全然ないんですけども、とは言ってもね、曲の一個の要素であることは間違いありませんから、理解しておいて損はないかなっていう風に思います。はい、今回の話はこの辺までです。面白いと思っていただいたらチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いします。また、今回の動画は初心者向けでしたけども、実は過去にね、コード進行についてもっと専門的な話をしている動画っていうのもあるので、もし興味があればぜひとも見てみてください。では、ありがとうございました。